はい、どうも、JMK ライドのファルコンです。フリースケートの練習方法やコツなどを教えてます。今回は、トーフリップの練習方法について説明したいと思います。トーフリップとは、つま先側からかかと側に対して、デッキを、回転させるトリックになります。じゃあ早速、まずやり方なんですけれども、トーフリップするときの足の乗せ方は、ウィールに対して、垂直に足を乗せるようにしてください。トーフリップするときは、ウィールを中心にデッキが回転します。なので、つま先側からかかと側に、デッキを回したときに垂直になっていると、デッキがきれいに一回転して元の形に戻ってくれます。自走するときのデッキの板の形に合わせて足を乗せている状態でトーフリップしようとすると、ウィールに対して垂直になっていないので、トーフリップしようとすると回転軸がずれてしまって、このように斜めに回ってしまい、結局縦になってしまいます。なので必ずトーフリップするときには、ウィールの形に対して垂直に足を乗せるようにしてください。続いて、足の動かし方です。先ほど説明した通り、足は、つま先側からかかと側に対して動かします。で、足を動かすときの、ポイントがいくつかあるので、それを説明していきたいと思います。一つ目、膝の位置は必ず固定してください。このように膝の位置を固定してもらって、膝を軸にして、膝下をつま先からかかと側に振るようにしてみてください。続いて2つ目のポイント。足首の角度も固定してください。足首の角度なんですが、60度から90度ぐらいにして足を振るようにしてみてください。で、デッキが回転してキャッチするまで足の角度は固定したままにしておいてください。はい、3つ目のポイントです。フリップしている最中は一瞬とはいえ片足走行になります。なので体重の比率としては、フリップしていない足は8割程度、フリップしている足は2割程度にしてみてください。これらのポイントを踏まえると、膝の位置を固定することによって足の側面は振り子のようになります。円を描くような形になります。そこに足首を固定することによってつま先側が地面から離れている状態、かかとが地面に近い状態からつま先が地面に近づいてきて、かかとが地面から離れていくような動きになります。ここにデッキを合わせると、つま先が地面に近づいてくると、かかと側のデッキが地面に倒れて、つま先側が足にくっつく形になります。さらにこのまま動かし続けると、つま先が地面側の方に倒れて、かかとが地面から離れてくるので、このままデッキが回るという風な仕組みになっています。ではこのポイントを踏まえて、片足は地面について、トーフリップする足だけデッキに乗せた状態で、トーフリップできるかどうか試してみましょう。もし膝の位置と足首の形を固定しているにもかかわらず、かかと側のデッキの縁が地面について、つま先側のデッキの縁が足に引っかかる。このような動きにならない方は、つま先を少しお腹側に出すような形でデッキに乗るとうまくいくようになるので試してみてください。はい、トーフリップできない人の例がいくつかあります。これは膝の位置が変わってしまっています。膝の位置を固定することによってデッキが回ります。ですが、膝の位置を変えてしまう、例えば上に上げてしまうと足も一緒に上に上がってしまいます。当然デッキから離れてしまうので回転しません。同じく、膝の位置を後ろに変えてしまう。そうすると、これも同様に足がデッキから離れてしまいます。なのでフリップさせようと思っても回転しません。なので膝の位置は必ず固定してください。はい、これは足首の角度が90度以内に収まっていないのが原因になります。足首の角度を120度ぐらいにしていると、デッキも一緒に倒れてしまっているため、
このまま引こうとしてもスライドするだけで回転してくれません。なので、足首は必ず60度から90度ぐらいに固定するようにしてください。はい、これは力任せにやりすぎです。力任せにやることによって上半身も動いてしまうので、膝の位置も変わってしまいます。膝の位置が変わってしまうと、そもそも足がデッキから離れてしまうので回転しません。トーフリップするときには、デッキを後ろに蹴り飛ばすというイメージではなくて、膝を中心に膝下を振るというような形でやってみてください。地面でのトーフリップが5割程度できるようになってきたら、滑走中にやってみましょう。滑走中にトーフリップしようとすると、片足は進行方向に進み続けますが、トーフリップしている最中は、進行方向に進んでくれません。ですが、もう片足は進行方向に進み続けるので、足が開いてしまいます。なので、最初、試しで滑走中にトーフリップやるときには、なるべく低速でやるようにしてみてください。はい、あと先ほど説明もしましたが、トーフリップもし失敗したとしても、片足でそのまま滑り続けられるような、体重のかけ方。トーフリップしないデッキに体重を8割程度乗せて、トーフリップする足は2割程度にするのが理想です。低速でのトーフリップにある程度慣れてきたら、今度は通常速度でのトーフリップをやってみましょう。この際に注意しないといけないポイントがあります。先ほど説明した通り、滑走中にトーフリップすると、トーフリップしているデッキは、その場に留まってしまうので、キャッチするとき足幅が広がってしまいます。あとはトーフリップするときに、ウィールを中心にデッキが回転すると説明しましたが、滑走速度が速いほど、ウィールが回転している状態のまま、フリップすることになります。そうすると、ウィールの回転に影響して、デッキが、うまく回ってくれません。なので、トーフリップを滑走中にやる場合は、直前で、トーフリップする足の、ウィールの向きをお腹側に30度ほど開いた状態でトーフリップするようにしてみてください。そうすると、滑走中の状態でお腹側にウィールを30度傾けてトーフリップすると、トーフリップするデッキが進行方向に進んでいるデッキに近づいてきてキャッチすることができます。はい、これまでの説明で、もうトーフリップはできるようになると思いますが、トーフリップって1回転だけじゃなくて2回転、ダブルトーフリップっていうのもあるんですけれども、そちらについても、やり方は、基本的に一緒になります。ただ、ダブルトーフリップで2回転デッキが回るってなると、回転している時間も違いますし、回転している飛距離、デッキが飛ぶ距離も違ってきます。なので、デッキが2回転する動きに合わせて、足のスタンスとキャッチするタイミングを変えてみましょう。最後に、デッキを2回転させるための勢いのつけ方について説明します。デッキが回転するのに必要な勢いとしては、デッキが地面に接してから、地面に接しているデッキの縁を起点に、テコの原理でもう反対側のデッキの縁が持ち上がるところまでが、必要な勢いになってきます。これは、トーフリップ全体の動きとしたら、最初の1、2割程度の動きが、ここの部分に該当します。このトーフリップする最初の1、2割の動きをいかに瞬発的にできるかによって、フリップする勢いが変わってきます。あと2回転するとなると、デッキが高く浮き上がる必要があります。トーフリップでは膝の位置を固定して、かかと側を後ろに振るという風な形でやってたと思いますが、2回転するときには、かかとを斜め上に振るようにしてみてください。
そうすることによって、トーフリップの場合は、デッキが真後ろに回転するような形をとっていましたが、2回転トーフリップ、ダブルトーフリップの場合は、斜め上に持ち上げるようになるので、デッキが高く、フリップするようになります。なので、ダブルトーフリップをやる場合は、足のスタンスと、キャッチするタイミング、デッキを回転させるための初速の付け方と、足の抜き方、これを変えれば、ダブルトーフリップもできるようになるので、チャレンジしてみてください。はい、これでトーフリップ、ダブルトーフリップの説明は以上になります。参考になったでしょうか？また見てください。